父さん頑張って作ったやつよ。普通の釘だったらさ、ああ、みたいね。はい。スクリュー釘でいいですから。うん。全部で取るな。今回のご依頼は DIY で作ったベランダのデッキを修理してほしいというものです。もうこんだけだったらもう最初から作った方が早いね。できるだけ費用がかからないように部分的に修理してほしいと頼まれましたが、正直残せる部分がありません。どうする？もうでもこれ。いや、水切りのこれに乗せとったんやね、これ。ああ。だけどもこれ脳天からこれ打っちゃってるから、そっから水が入って水切りの下地が腐っちゃったってこと？で今なくなっちゃってるってこと？う、ない。あ、じゃあもう乗せれないってこと？ああ、じゃあ同じようにこういうふうには作れないってことね。さすがに鉄板の上に値段は乗せれんだろ。簡単でいいから直してほしいというご注文は職人泣かせであることが多いです。頑張って作ったんやけどね。なあ。うん。いや、水切りに釘打っちゃったでな、これ。さあどうする？施主様にも予算の都合があるのでできるだけ応えたい。ですが私たちも赤字になるわけにはいきません。5分の抜きを間に入れて、横からベスのから掛け打ってさらに、で値段っていう感じで、おーっとだよね。足入れたらダメかな。どうですかね。作ったご本人がメンテナンスできなくなり、困ったご家族からご依頼いただくのはよくあるケースです。部分的に修理することは容易ではないことを説明し、新しく作り変えることにしました。床板に3寸5分 ×1 寸のヒノキの間柱を使います。節がほとんどない綺麗なヒノキ材です。表面を削って面を取っていきます。木作りと準備に1日かかりました。足場は組まないので、工事中はこのはしごで出入りします。今日はこのはしごを何往復するのだろうか。とても一人では作業が進まない作業条件です。まずは解体の続きから始めます。置いてあるだけだね。
何やら紐のようなものがベランダの手すりとデッキ材をつないでいます。手すりの倒れ防止の補強のようです。意味ない気がするな。まあいっか。さて問題はこの室外機。新しい人だよね。確か。ブロックなどの上に仮置きすることも考えました。いやちょっと釣れんね。ですが、デッキを組むときに邪魔になるので、できれば釣り上げたい。そのための細工をします。サッシ上に木を渡し、斜めに補強してずれ止めを作りました。工事を始めるまでのこの一手間が、その後の作業をスムーズにします。しばらく我慢してもらおう。朽ち果てた水切りの下地を交換します。杉の板のさらに奥の木も腐っていました。こうなることを見越してプラ塚を立て、独立した床に変更するための材料も準備はしてきましたが、これを直さずにはいられません。既存と同じ厚みの材のヒノキの間柱を取り付けます。下地がないのか。僕しゃここなかったらもうアウトやな。水切り下地のさらに奥にある柱の位置を予測してビスを打ちます。この家は910ミリずつ柱があり、その半分の455ミリ間隔に間柱があります。聞いてくれ。いかん。下地腐っとるんかね。あるべき場所に下地がありません。
とまずいな。下かな。無駄な穴を3箇所も開けてしまいました。効かないね。見えない、わかるんな。角の柱をめがけて斜めビスで固定します。ちょっと効いた。よしよし。デッキ材を取り付けるための下地の補修が終わりました。室外機の吊り上げと下地の修理で大幅に時間をロスしてしまいました。床の受け材に防腐塗料を塗ります。ベースでよかったね。ローリングしてない。なあ。するとスライダー。どうでもいい会話です。変だの。OK。15ミリ。14ミリ。レーザーでレベルを見て床の受け材の高さを出します。2ミリ下げる。ベランダ単辺の800ミリに対して2ミリの勾配をつけることにしました。入れる。それ何？これパッキン入れようかなと思って。いや別にこれが正解っていうわけじゃないよ。だけどなんかね念のためやとここのパッキンどうするの？ここを見て、ここ雨が溜まるやんね。水溜まりができるよね。ってことはさ、雨漏りしやすいわけよ。いつまでもここの木が濡れたまんまになる。そう。腐っちゃう。そうそう、腐っちゃう。で、それを回避するために、このパッキンを入れるんです。水切りと掛けの間に。そう。するとさ、隙間が空いて水が抜けるように。でちょうどさ、ここに柱が探したもんで、ここがよくビス効く場所だったんで、でビス穴からも雨が入っちゃうでしょ、パッキンで普通の外壁だったらいいんだけど、この下ってもう中だから、バルコニーの場合はこれぐらいしないと絶対に後で雨漏りする。で今レベル決まったもんで、一回見て、先にやりたいんだけどね、確実にレベルを決めたいので、ね、どうしてもついてもいいから。
ちょっと失敗したね。もうちょっと次からはちゃんとやるね。きっと多くの職人さんたちが施主さんの知らないところでいろんな工夫をしていると思います。なんか全部ビス緩めるわ。プロが仕事を受けた以上は丈夫で長持ちさせなくては意味がありません。家側にも床の受け材を取り付けます。こちら側は何の問題もなくどこでもビスが効きました。ベランダは狭く、室内は作業スペースはありません。はしごを何度も往復するのも時間がかかります。修繕工事はどんな体勢でも作業できるスキルが必要になってきます。折れないでくれ。折れるな。この辺りは下地が腐っており、ビスの効きが悪かったので、柱を添えて補強します。それは小口を防水してんの？うん。防腐剤でもいいけど、もうそもそも小口が切っちゃう。偉いでしょ。偉いね。あとはこの子ね。釘穴か。天板にこうやってビス打つから、ね、こんだけの穴で漏れるんやね。難点に打っちゃダメってこと？絶対ダメ。床板に下穴を開ける際のジグを作っています。おおよその長さで切ってきた床板を現場でさらに正確に切り揃えます。床板を並べて赤みの強いものや白いものを分けていきます。今回は予算の都合上無塗装でいきます。床板の片側だけに下穴を開けます。
床板を取り付けていきます。墨を打って壁側の通りを見ます。壁が曲がっているので、床板も曲がったなりに並べるか、まっすぐ並べるかを決めるためです。今回は捨て墨を基準に間を取ってなりで取り付けることにします。割り付けや金を見て美しく収まるように計算します。家側は場所によってこのように斜めにビスを打つ必要があるため、事前にした穴は開けませんでした。節のある材料は端っこや戸箱の下に来るように選んで床板を取り付けます。今回根太を組み長手方向に床板を張らなかったのは、雨が当たるところなので構造を複雑にせずメンテナンス性を重視したかったからです。なんかあった時にこうパッとめくれるでさ、点検できるでさ、こっちに短くなるのかな。室外機の下に差し掛かりました。お客様からしたら何がどう難しいのか、簡単に直すことがなぜできないのか、わからなくて当然かもしれません。その立場になってみないとわからないことはたくさんあります。合ってる合ってる。だから仕事は、まずは自分が一番納得のいく形を取るのが大切、とカズさんは言います。室外機をやっと下ろせます。ほっとしているように見えます。あと少しのところまで来ました。当初の施主様のご希望通り、簡単にをやっつけ仕事で実現したとしても、すぐダメになって結局はやり直すことになります。
もちろん場合によっては、あえてその道を選ぶこともあります。今回の選択を喜んでもらえたら幸いです。チャンネル登録お願いします。サブチャンネル村田和工具店も見に来てくださいね。ご視聴ありがとうございました。